皆様、こんにちは。今日はガアジサイと西洋アジサイをいただいたので、挿し木で増やしたいと思います。とても簡単で失敗の少ない方法です。できる限りわかりやすく丁寧に解説しますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。このアジサイの枝は花が咲き終わった後に剪定をしたものをいただきました。挿し木は6月の梅雨時期がおすすめですが、8月頃まで大丈夫です。ただし8月などで暑い日が続く場合は、室内などの涼しい場所で管理した方が成功します。花を楽しんだ後に剪定をした枝を挿し穂にして増やしていくと無駄なく増やせます。挿し木をするために枝と葉っぱをカットします。枝は水の中で斜めにカットします。水の中でカットをすると、挿し木以外にも花がついているものは切り花として長く楽しむことができます。葉っぱは半分にカットをして、挿し木をした時の蒸散作用のバランスをとります。カットが終わったら1時間ほどメネデールを入れた水につけておきます。1リットルの水に対してキャップ1杯のメネデールを入れて100倍希釈にして使います。今回は全部で12本のアジサイの挿し木に挑戦します。100% 成功するのは難しいので、多少失敗しても大丈夫なように多めに挿し木をすることをお勧めします。今回の挿し木方法は水の中に入れておくだけです。ボウルの水を瓶に入れます。アジサイの枝を水が入った瓶に入れます。あとは根っこが出るまで室内でこのまま育てます。日々の管理は明るく涼しい室内において、水が減ったら足し水をするだけです。このまま1ヶ月から2ヶ月ほど待ちます。ちなみにですが、このアジサイは2022年に挿し木をしたものです。今回の挿し木も来年にはこんな風になると思います。2ヶ月間出し水をしながら室内に置いておきました。どれくらい根っこが出ているのか見ていきましょう。ほとんどが根っこがしっかりと出ていて成功しています。この1本だけ根っこが出ませんでした。これくらい根っこが出ていると鉢に植えても絶対に失敗しないので安心です。12本はありますが11本根っこが出ました。
この6本は大成功です。鉢は余っていたものを使います。鉢底には水はけと通気性を良くするために軽石を入れます。土は園芸用の赤玉土と腐葉土が7対3のものを中心に使います。アジサイの色についてですが、日本は酸性寄りの土が多く、酸性雨などの影響もあり、何もしなくても青色になることの方が多いです。今回の西洋アジサイは親株がピンクなのでピンク色になる可能性もありますが、個人的に青色が好きなのでうまくいくかはわかりませんが、弱酸性の土を作り青色を目指します。ピンク色にしたい場合はピンク色になるアジサイ用の培養土を使用するとピンク色になると思います。7割程度の土を入れたら挿し木の枝を鉢に入れます。残りの土を入れたら軽く土を慣らします。鉢底から汚れた水が出なくなるまでたっぷりと水をあげます。今回は3つの鉢に分けて植えました。最後に肥料として油かすを与えます。あとは春まで表面が乾いたら水をあげながら管理していきます。3月下旬の様子です。2月に肥料として油かすを与えています。5月になりかなり大きく育っています。ここまで育てば成功と言っていいと思います。アジサイは水が好きな植物なので土の表面が乾いたらたっぷりと水をあげています。こちらの枝にはつぼみがあり、6月頃には花が咲きそうです。こちらもつぼみがあり、6月には花が楽しめそうです。今年つぼみがつかなかった枝も来年は綺麗な花が咲きます。5月の後半になりつぼみも大きくなってきました。他の枝も順調に育っています。ここで一つ誤算がありました。青色のアジサイにしたかったのですが、ピンクになってしまいました。親株がピンクということもありますが、来年はもう少し土を工夫して青色を目指します。こちらのガクアジサイは青くなってくれるはずです。ちなみにこのアジサイがピンクになってしまったアジサイの親株です。親株と比べると青みがあるのがわかります。西洋アジサイは挿し木から1年で無事に綺麗な花を咲かせてくれました。こちらのガクアジサイもあと少しで綺麗に咲いてくれそうです。
去年の6月に挿し木をして9月に鉢に植えたアジサイは、ここまで成長して花を咲かすことができました。この動画を見て、挿し木を実際に楽しんでもらえると嬉しいです。質問、疑問、感想などありましたらコメントいただけると励みになります。この動画が参考になりましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。